いやいや、毎度どうも、アイリエンハン。お元気そうで何よりですわ。今日はね、お嬢にぜひ見てもらいたいとっておきの新ネタを仕入れてお披露目させてもらいますさかい。期待してや。余計な前置きはいい。通信費の無駄じゃ。わらわが欲しいのは片落ちの珍品ではない。マリンアーマーとチャージライフル、そしてチャージランスをそれぞれ10ロット大至急用意せよ。えらい急な大口発注ですな。しかもそちらの座標、やけに銀河の端っこで遠すぎちゃいますの？ハイパーレーンも通ってないやないですか。こりゃ輸送船を手配していくだけでも並大抵の難儀やおまへんで。ご託はいい。支払いはエネルギー通貨で5万じゃ。これで手を打て。そりゃあ殺生ですわお嬢。そんな無茶苦茶な値切り方されたらわし商売上がったりで首つりますせ。勝手に釣るがいい。代わりの商人はいくらでもおる。せめて8万ならなんとか。5万5千。飽きまへん。7万以下は身ぐるみ剥がされるようなもんですせ。よいか、耳の穴をかっぽじってよーく聞け。この未開の星輪のいずれ我が帝国の直轄となる辺境伯領になるのじゃ。そして間もなくここに新たな伯爵が誕生する。今後の巨大なマーケットになるであろう新たな領主に今のうちから最安値で恩を売り顔をつないでおく絶好のチャンスだとは思わんのか。もうかないまへんな。相変わらずこのお嬢には。よっしゃ、腹くくりまひょう。その将来性への投資ちゅうことで5万5千で手を打ちますわ。物分かりが良くて助かる。この星の軌道上は荒れておるゆえ大型宇宙船は下ろすな。納品はすべてドロップポットで指定座標へ直接打ち込め。へえ毎度あり。あ、それとおまけに我が商会が誇る沼のありがたい肖像をお付けしときます。そんなゴミはいらん。つけんでいい。通信終わりじゃ。おお、エレナ様、ご無事で本当に何よりです。トニー、こんな危険な時期によくぞ王都まで顔を見られて嬉しいけれど、一体どうしたの？何、公国が異形の襲撃と暗闇のせいで深刻な食糧難に陥っていると聞き及びましてな。我がアンボイフ家が総力を挙げて集めた食料を微力ながら持ってまいりました。そんな、ありがたいけれど、あなたたちの冬の蓄えは大丈夫なの？はははは。ご心配には及びません。実は我々少し前に水耕栽培の技術を手に入れましてな。温室の中で人工太陽灯を使って育てるため一年中安定して作物が収穫できるのですよ。まあ、室内で畑を。そんな素晴らしい技術が。先ほどレグア様とも直接お話しいたしまして、この食料は最も困窮している地方都市の領民たちへ配られることになりました。これで餓死者は防げるはずです。本当に助かります。ありがとう、トニー。あなたたちの優しさにこの国はどれほど救われるか。いえいえ、わずかでもお役に立てれば。しかしエレナ様、随分と変わったいでたちですな。その頭についている奇妙な機械は王都で流行りのファッションか何かで。ああ、これはね、思考を同調させて軍事用メカノイドを操るためのものよ。なんと機械を操る。この国は今水耕栽培のような人々の生活に関わる技術よりも戦うための軍事の技術開発を優先させているわ。悲しいけれどそれが今の広告の現実なの。まさか。ではエレナ様ご自身も
あの異形どもがうごめく戦場に。ええ、大切な家族と民を守るためならその覚悟はできているわ。なるべく安全な防衛線の後方に配置していただきますよ、母上。セアラ様。おお、しばらく見ぬ間になんとご立派な姿になられて。お久しぶりです、トニさん。我が国への多大な食料援助、心から感謝いたします。母上、今回の防衛戦の総指揮官はあくまで帝国のアイリエン様ですが、私はその従者として縄文の最終防衛戦の指揮を任されています。母上の操るメカノイドたちもそこに配置して縄文を死守する予定です。あなたが縄文の指揮を。セアラ、私が防衛に出て行って騎士団は大丈夫なの？騎士団はさらに外周の前線、敵の主力と真っ向からぶつかる最前線に配置されます。最前線？ええ、おそらくは背後の縄文の様子など振り返って見る余裕すら一切ないような、そんな地獄に彼らには行ってもらいます。会議がありますので、これで。いや、実にご立派になられましたな。本物の指導者の顔をしておられる。ええ、でも時々あの子が何を考えているのか母親の私にもわからなくて。男の子ですからな。今はいろいろと難しいお年頃ですよ。そうね。さて、いよいよ現れたの。あれが俺たちの戦場ってわけか。いよいよお出ましだな。作戦は単純じゃ。周囲に群がるメタルホラーどもを掃討した後、あの構造体を起動して銅管を開く。だがネザーの報告によれば、銅管が開いた瞬間、構造体の中からボイドの軍勢が際限なく湧き出ることになるじゃろう。なるほどね。そなたら広告の騎士団には壁の外、あの地獄のど真ん中で湧き出る化け物どもを全て引きつけ戦ってもらう。最高だな。俺の望み通りの見せ場を用意してくれたわけだ。ただ死ねとは言わん。あそこに積んである装備は全てそなたらに貸してやる。我が帝国の誇る最新鋭のマリーンアーマーと空間を切り裂くチャージライフル、チャージランスじゃ。新体制のためにできるだけ長く泥臭く粘ってもらわねば困るからの。重厚でいい武器だ。ありがたく使わせてもらうさ。ところでアイリエン、一つ確認なんだが、あの存在どもは銃のような遠距離武器は使ってこないんだよな。そうじゃな。奴らはメカノイドとは違う。高度な射撃兵器など持たん。ひたすら肉体と爪で引き裂きに来る近接主体の怪物どもじゃ。だったらなおさら好都合だ。俺たちの得意な戦法がそのまま使えるな。ほー。野戦、そして肉弾戦の殴り合いなら俺たち広告騎士の独壇場だ。遮蔽物に隠れるコソコソした戦い方は性に合わねえ。外の化け物どもは一匹残らず俺たちが引き受ける。お姫様は安心して城門の奥でセアラの守りについている。ずいぶん自信ありげじゃが、おそらくとんでもない数じゃぞ。それならそれで死ぬまで戦ってやるよ。
一致率がさらに下がりました。45% 台。通常ではありえない数値です。随分と無茶をしましたね。この意味が分かっているのですか？確認なんだけれど、私がいなくなった後、ミラが次のアニマの巫女になるのは、あの子が15歳になってからでいいのよね。ええ、わずかなら空白期間はシステム上の許容範囲となります。そう。よかった。あの子はもうしばらくの間、あの一致率の恐怖に怯えなくて済むのね。それだけで十分よ。ねえ、カタリナ。少しは驚いた？ええ、そうですね。ミラ、お母様の話をよく聞いてね。お母様はね、自分が自ら招いてしまった最悪の責任を取るために、これからシュラウドと契約します。おそらく、私は一度あちら側の世界に入ったら、もう二度と、こちらの現実へは戻っては来れないわ。なぜお母様がそんなことをするのか、本当の理由を知りたいわよね。うん。行かないでって言いたいけれど。ごめんなさいね。今のあなたには、まだそのすべてを話すことはできないの。でも、すぐにわかるわ。私たちが血に宿してきたアニマの巫女という存在はね、ただの飾りや国をまとめるための象徴なんかではないのよ。象徴じゃない。あなたが次のアニマの巫女になった時、あなたはアニマツリーの中で過去と未来を見ることになるわ。過去と未来。その時になれば、お母様が何をしようとしていたのか、きっと理解できる。でも、決して忘れないで。たとえお母様が遠くへ行ってしまっても、あなたは一人じゃないわ。セアラやゾロが必ずあなたを守ってくれる。お母様。だから、ミラ、お願いよ。この先、どんなに恐ろしくて、どんなに苦しい運命が待ち受けていようとも、絶対に諦めないで。地鳴り？メカノイドの奇襲か？違う。下から来る。全員そこから離れて。飲み込まれた。化け物め、食らえ！ダメよ。応戦を諦めて走って。みんなそっちへ行っちゃダメ。嘘。今度は何この雨。血？どこか雨をしのげる場所は？あそこなら。ひとまずはここで雨をやり過ごすしか。みんな無事でいてくれればいいけれど。地下。ここは古代遺跡なの？ライラよ。はい、ネザー様。旅の途中で遺跡を見つけたら調べてみるがよいぞ。遺跡？この世界にはまだ人の目が届いていない場所がある。お前に見てきてほしいものがあるのじゃ。かつてトロスが見た風景、それをお前に話しておこう。トロス王が見た風景。そんなものが本当にあるのかな？